どうも、ヤグタウンです。今日は香川県の高松市にあるうどんもみじさんの方へ来ております。それでは讃岐うどんのお時間です。早速入店していきましょう。こんにちは。もみじさんはセルフ形式のお店となってます。もともと立花屋っていううどん屋さんの後にできているお店で、今年の5月の26日にグランドオープンした新店です。香川県民ならご存知 RNC の特選うどん遍路では7月18日に放送されるということです。冷やかけってできますか？はい、できますよ。ほな、冷やかけの小で。はい、わかりました。はい。冷やかけ小です。メニュー表には多分冷やかけって書いてなかったと思うんですけど、聞いてみたらあったんでラッキーです。なかったらぜひ聞いてみてください。この日は午後から来たので天ぷらいろいろと売り切れてはしまってたんですけど、こちら昆布天取りました。やっぱり閉店間際天ぷら少ないですね。普段はこんな感じでいっぱい並んでます。でも昆布天50円ってかなり安いんで結果オーライです。はい、それでは先にお会計になります。お願いします。はい、320円になります。はい。いただきます。薬味はレジを反転したこの左手側に見える黒い仕切りの下の台に置いてあります。ネギは標準で入れてくれてたんで、僕はこのまま空いている席で食べていきます。それではお店までの移動シーンと一緒にこちらのお店の基本的な店舗情報について説明していきます。まず店名はうどんもみじさん、香川県の高松市にあるお店です。最寄り駅は国分駅で約 1.8 キロ程度離れた位置、駐車場は2カ所に分かれてて合計約10台分ぐらいあります。食べログの点数が 3.0 点で Google の点数が 4.0 点、まだ件数自体は出来たてなのでそんなに多くなかったです。営業時間は10時から15時までで、定休日は毎週日曜日。そしてこの動画の最後に昨日の動画にいただいたコメントを一つ紹介しているので、ぜひ最後までお楽しみください。駐車場はこんな感じになってます。お店の前にここ何台か止めれるのが第1駐車場で、第2駐車場がこのお店よりちょっと北の方に進んでいくんですよね。ちょっと奥に見える工事車両止まってるところが第2駐車場になります。店内はこんな感じになってます。こじんまりとしてて小上がりになってる座敷席が2つにカウンター席、横並びにテーブル席も揃ってます。それではいただきます。麺は程よいコシにうねりのあるちょっと平ためな中太麺でした。太さが細いのがあったりちょっと太めなんがあったり、それぞれまばらで麺一本一本におのおの個性を感じる、ちょっと食べてて楽しいようなうどんです。何よりこの麺をすくい上げただけでだしの香りがふわっと香ってくるんですよね。この冷やかけだし、いりこの風味がもう全面にガツンと効いてるように僕は感じました。他にもカツオとかあと昆布、削り節とか、いろいろ合わせて出汁は取ってるということなんですけど、その中でもやっぱりこのいりこがすごい出てます。冷たくてすごいすっきりといただけます。上にちょこんとこのかまぼこが乗ってるのもなんかいいですよね。それでは昆布天もいただきます。これがすごい薄くて大きい昆布の天ぷらなんですけど、噛んだら結構硬いんですよね。噛み切るのがちょっと難しいかなっていうぐらいに硬かったです。ただそれがもう噛めば噛むほどどんどんこの味が出てきて、めっちゃ昆布のうまみ出てくるんですよね。
シンプルに天ぷらとしてめちゃくちゃ美味しかったです。これうどんの出汁に使った昆布を使われているということです。でその使ったのをさらに味付けもしてるから、もうこんだけ噛んでも味が出るほどうまいという。でしかもこう再利用だからっていうのもあって50円っていうもう破格の値段で出してくれてるので、昆布店すごくおすすめです。ということで今日の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。器もなんかちょっとセルフっぽくなくてしっかりとした器だなって思ったんですけど、これ聞いてみたら以前あった立花屋さんから引き継いだ器ということで、なんかこう器がいいだけですごい見栄えも良くて、なんかよりうどんも美味しく感じるような気がしました。今は開店してまだそんなに日も経ってないんでメニューも比較的シンプルなものが多かったんですけど、天ぷらであったりうどんの種類であったり今後増えていくんじゃないかなって密かに楽しみにしてます。ちなみに一玉あたりの麺の量すごい多かったんでがっつりお腹空かしていっても大丈夫だと思います。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。それではメニュー表の方見ていきます。まず基準になるかけうどんですが小で270円となってました。そしてですね、このもみじさん肉うどんも美味しいということなんでちょっとね次はそっち食べてみたいなって思ってます。天ぷらも本当はねもっと多いんですけど僕が閉店間際ぐらいまで行っちゃったんでちょっと少なくなってました。でも昆布天もすごい美味しかったです。ごちそうさまでした。それではコメントを一つ紹介します。鳥月さん、すんごい炎、この火力やから中華料理屋さんは美味しいねんな。麻婆豆腐に月見チャーハン、ビールが飲みたくなりますね。奥さん美人ですね。ということでコメントありがとうございます。ですね、実はあれ奥さんじゃないんですよ。ご兄弟なんですって。はい、2代目のお姉ちゃんが、女性の方です。はい、そうめっちゃねビールとか合うと思うんで、本当ね1軒目でも2軒目でも丸亀で飲むんだったらああいうとこありだなっていう風に僕は思いました。はい、ということで今日の動画もコメントお待ちしております。最後までご視聴どうもありがとうございます。